皆さんこんにちは。ライアンチャンネルのレオです。前回の動画でフィリピン人彼女のエンジェルを日本に連れてくるっていうご報告動画を上げたと思うんですけれども、今回はそのフィリピン人彼女が日本に入国するために必要なビザの申請についての動画になります。フィリピン人が日本に入国する際には、ビザの申請がいるっていうのと、今現在の日本の水際対策ではですね、ビザなしの渡航っていうのを受け入れてませんので、ビザが必要ということで、今回はそのビザの、申請手続きの紹介動画になります。それでは行ってみましょう。まずはじめに今回のビザ申請の動画の前提条件ですけれども、1つ目はフィリピン人が日本入国する場合のビザの申請手続きであること、それから2つ目は知人訪問の目的での短期滞在ビザであること、そして最後に徴兵人は日本に住む日本人であること、これらの前提条件になります。はい。でこれ今外務省のホームページになるんですけれども、ここに今、国際的な人の往来再開による新規入国のためのビザの申請という、ページがあります。で、ここを見ていくと、今現在、対象者としては、商用就労等の目的の短期間の滞在者と観光目的の短期間の滞在の新規入国で、こちらはあれですね、旅行代理店等を受け入れ責任者とする場合に限るということで、個人での観光での新規入国はまだ認められていないということになります。で、長期間の滞在の新規入国ということで、これだけを見るとちょっとエンジェルを日本に呼ぶことはできないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとこの上の方に戻ってみて、特段の事情として親族知人訪問の目的で入国する場合の、ビザの申請手続きが変更になりますということで、この詳細の、ここを見てみるとこれですね。でここのキーですね、親族訪問または知人訪問で短期滞在の在留資格を取得するものということで、これですね、日本居住者と親族に準ずる以下の関係にあるものということで、ここに、婚約者か、事実婚関係にある場合というところ、これを特段の事情ということで、今回僕たちはこの婚約者ということで申請をしています。でこれまた外務省のホームページで、このビザのところですね、このビザのところにフィリピンというのがありまして、フィリピンとクリックするとフィリピン国籍の方が短期滞在目的として日本へ渡航する場合ということで、ここに一時有効の短期ビザを申請する手続きの概要というページになります。ここにその概要がありますので、これじっくり読んでいただく必要があるかなと思います。で、ここに提出に必要な基本書類の一覧表というのがあるんですけれども、これについては在フィリピン日本国大使館のホームページにも、同じような内容のものがありますので、僕としてはそちらの方が分かりやすかったので、ちょっとそれを説明します。これが在フィリピン日本国大使館のホームページで、この領事関連情報というところに各種手続きというところにビザというのがありますので、このビザをクリックする。で、ここにまた重要なお知らせということで、今現在申請が可能なビザは以下の通りですということで、短期間の滞在者ということで商用就労目的、親族知人訪問、観光になります。観光は先ほど説明した通り添乗員付きのパッケージツアーのみになります。でここをまた読み進めていくんですけれども、知人訪問を目的とした短期滞在詐称ということで、以下の方は申請可能ですということで、日本居住者と婚約者、事実婚関係にある方、これで申請しています。でこの知人訪問を目的とした短期滞在詐称、このボタンをクリックすると提出書類というのが出てきますので、これに沿って、書類を準備しました。でまずは、今回申請人っていうのが、フィリピン人のことですね。申請人なの
招聘人っていうのは日本に招聘する側の人間なので、今回の場合は僕になります。でまず申請人の方で準備するものが1番から5番ですかね。フィリピンのパスポートとビザの申請書、申請用の写真、あとは出生証明書ですね。あと結婚されている方の場合は婚姻証明書で、6番と7番については、申請人と招聘人、どちらが準備してもいいんですけれども、今回は招聘人の僕が準備しました。6番が滞在予定表、それから7番が知人関係を証明する資料、8番招聘理由書、9番が住民票で、あとはですね、申請人が、滞在渡航費用を一部または全部負担する場合と、身元保証人ですね、招聘人が身元保証人になることが多いかと思うんですけれども、身元保証人が滞在渡航費用を一部または全部負担する場合ということで、こちらでパターンが分かれるんですけれども、日本の招聘人が負担する場合ですね、身元保証書というのと、この13番で、所得証明書、納税証明書、確定申告書控え、預金残高証明書のいずれかの1点が必要になります。で今回僕はこの預金残高証明書というのを、銀行から発行してもらって添付しました。今回一番ネックになっているのがですね、この婚約者として招聘するんですけれども、その婚約者というのをどうやって証明するんだっていうのが一番ポイントになったかなと思ってます。で婚約者って何か正式な書面があるわけでもないので、この知人関係を証明する資料にどうやって私たちは婚約者なんですっていうのを理解してもらえるかっていうところが必要になったかなと思います。例えば婚約指輪の写真を撮ったりとかですね、それこそプロポーズしている時の動画とかあったらいいのかもしれないですけど、でもそれも実際のところ作ろうと思えば作れちゃうと思うので、婚約者である関係性っていうのをどうやって資料で示そうっていうのが一つポイントになりました。それでは今回の申請で提出した書類についてなんですけれども、補足で説明していきます。で申請人の方と招聘人の方で、まずは申請人の方からですね、在フィリピン日本国大使館のホームページに行ってもらうとですね、ここ真ん中ら辺にですね、この提出書類にかかる留意事項っていうのがありますので、これをクリック。そうすると、提出書類に関する留意事項ということで、各書類に対しての留意事項が書かれてますので、こちらに沿って、記入していきます。でまず全体的な留意事項として、基本的に、提出書類は原本を提出しなきゃいけないっていうところや、あとは提出書類の有効期間ですね、3ヶ月以内のものを提出してくださいということで、一部例外がありますけれども、そして書類のサイズはすべて A4 サイズに揃えて、提出するということと、あと提出書類はホチキスで留めないでくださいということですね。まずパスポートについてなんですけれども、未使用の、査証欄が2ページ以上あるものを提出する必要があります。でビザの申請書なんですけれども、こちらにクリックするとこれが申請書になりますので、これをプリントアウトして記入していくというような流れになるかなと思います。でここに書き方の見本もついてますので、これに従って書いていくということになります。で申請用の写真については、縦 4.5 センチ横 3.5 センチとここには書いてあるんですけれども、この 4.5×4.5 で大丈夫だと思います。で出生証明書については、PSA っていう、フィリピン国家統計局が発行する正式な用紙、セキュリティペーパーっていうんですかね、使用した謄本の提出が必要でありますということですね。ここまでが申請人側で準備したものになります。では次に、今度は招聘人側で提出した書類について説明します。で滞在予定表については、こちらですね。こちらクリックすると、このようなフォーマットがありますので、日付と行動予定、それから連絡先、宿泊予定先という、内容を書くことになります。
でこの滞在予定表についての補足なんですけれども、日本への入国予定日、日本からの出国予定日は必ず記入するということと、もし入国時に利用する飛行機の便名とか空港名が分かっている場合はもうそれも記入してくださいということですね。あと宿泊予定先については、宿泊先の詳細を必ず記入するということですね。で原則、滞在予定1日ごとの記載が必要なんですけれども、同様の行動が続く場合には、何年何月何日から何年何月何日っていうふうにまとめて記入しても問題ないということですね。次に知人関係を証明する資料なんですけれども、これですね。知人関係を証明する資料として写真、電話通話明細、送品控え、パスポートコピー等の資料のほか、互いの関係を記載した書面により相互の関係を説明していただく必要がありますということで、今回は婚約者として、招聘するので、知人関係というか、婚約関係をどういうふうに、説明するかっていうところが一つ大きなポイントになりました。で僕たちの方で今回準備したのはですね、まずは2人の写真っていうのと、ビデオ通話の履歴ですかね、履歴を貼ったりとかですね、あとは送品控えということで、コロナ禍で会えなかった期間中にですね、お互いの誕生日とかクリスマスとかプレゼントを送り合ったりしてたので、その送品控え、あとはそのチャットの履歴を何個か切り取って貼りまして、その中に結婚についての会話だとか、2人の将来についての会話っていったチャット履歴を資料にしました。続いて招聘理由書についてなんですけれども、招聘理由書、フォーマットが2つありまして、この招聘理由書というのが一般的な招聘理由書になるんですけれども、今回はこれではなくて、このフィリピン日本国大使館の下の方にフォーマットがありまして、この2つあるんですね。この招聘理由書っていうのと制約事項付き招聘理由書っていうのがあって、知人親族訪問用ということで、今回はこちらのここですね、制約事項がついているものになります。でこの制約事項っていうのが2ページ目にあるので、こちらを十分読んだ上でその制約事項に同意するっていうチェック欄があるのがこの制約事項付き招聘理由書になります。で招聘理由書に書く内容としては、招聘人の情報とビザ申請人の情報で、それから招聘目的、招聘経緯、申請人との関係ということで、今回僕たちは招聘目的と招聘経緯については別紙の通りと記入して別紙で説明文を作りました。でこちらの申請人との関係というところに婚約者というふうに記載しました。招聘経緯書っていうのを別の資料で作ったんですけれども、そこには、2人の、馴れ初めというか2人の関係のまず説明したのと、今回招聘を要望するに至った経緯について、書いてます。それは例えば、親族への顔合わせであったりだとか、結婚後の住まいを探したりだとか、あとは結婚式場探しとか、そういった目的のために、今回招聘しますっていうのを記載しました。で日本に滞在中に何をするかっていうところは、先ほどの滞在予定表とちゃんと紐づかせて書いています。で最後にこの招聘人、僕のことですけれども招聘人のことについてもちょっと書いていて、例えば身元保証人にもなるので、自分は会社員で年収がいくらありますと、で貯金がいくらあるので身元保証人に十分な資格を持っているというような内容を書きました。で次のこの8番の住民票は、市役所で入手して、9番の預金残高証明書というのは、銀行に問い合わせて証明書を発行してもらいました。で最後のこの身元保証書についてですけれども、こちらですね、身元保証書、こちらがそのフォーマットになります。でビザ申請人の情報と、身元保証人の情報、今回は招聘人が身元保証人になるので、僕の内容を書いています。以上がビザ申請のために揃えた書類になります。
ここからは揃えたビザ申請の書類を実際どうやって申請したかと日程感について紹介します。あくまで一つの例として参考にしてください。まずここに書かれているんですが、在フィリピン日本国大使館では基本的に代理申請機関を通して申請する必要があります。そしてホームページにその代理申請機関の一覧が載っていますので、この中から選ぶことになります。今回はエンジェルの家の近くにあったこのアティックツアーズという代理申請会社を選びました。これが代理申請した際の控えになるんですけれども、1680ペソでした。そして日程感についてなんですが、6月の上旬ぐらいから調べ始めて、証返人の方の書類を6月22日に国際郵便の EMS でフィリピンへ送りました。それがエンジェルの元に10日後の7月1日に届きました。それを翌日7月2日に代理申請機関の方へ提出、申請届を出して、7月2日が土曜日だったので、代理申請機関から大使館へは7月4日の月曜日に申請提出をしてもらいました。それから約3週間後の7月26日に大使館の承認が下りて、代理申請機関からエンジェルに連絡が届いたのが翌日の7月27日でした。こちらが無事付与されたエンジェルの日本ビザになります。ホームページには最短で稼働5日で審査されるというような記載もありますけれども、1ヶ月以上かかることもあるみたいなので、早めの申請をお勧めします。今回初めてビザ申請というものをやったのですが、フィリピン人にとって日本ビザの取得は却下されることも多々あるみたいな話を聞いたこともあるのですが、留意事典をよく読んで必要な書類をしっかり揃えることと、あと招聘経緯書については、ただつらつらと文章を書くのではなくて、読み手がいるということを念頭に置いて、要点はしっかり押さえた上で、簡潔にA4 サイズ1枚に収まるように書いたのが良かったのではないかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はフィリピン人が日本ビザを取得するためのビザ申請方法についての紹介動画でした。皆さんのお役に少しでも立てればと思い動画を作りました。ぜひ参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。